ソドです。今回は最新話67話の考察していきます。ボルトとカワキは一体どうなるのか。最新話ネタバレ含みますのでご注意ください。前回の66話ではカワキがボルトを殺すという急展開で終了していました。駆け寄るナルト。嘘だろ、おいボルト、そんな。やれやれ、まさかこんな展開になるとは。やれやれじゃないでしょう、コード。ボルトは真珠を生やすための大事な生贄だったのに、こんなところで死なれてどうすると言います。カワキを生贄にしようだなんてバカな考えはしないことね。そんなのこの私が許さないわよ。やってくれたなカワキ。緊急だと言い、コードはこの場から帰ろうとします。コードは爪痕で帰ろうとすると、カワキは少なひこなで爪痕を縮小していきます。7代目の命を脅かすもんは何だろうと兄弟だろうと排除する。カワキはコードを力で圧倒していきます。完全に力負けしていると焦っていくコード。ナルトはボルトを抱きしめ嘆くばかりの状態。鹿丸、俺は悪い夢でも見てるのか。そんなナルトを見ている鹿丸は、しっかりしねえか、ほかげなんだろてめえはよ。親のお前が腰抜けてる場合じゃねえぞ。そんな中、コード vs カワキはカワキが追い詰めていき、コードは膝をつきます。とどめを刺す前にエイダに対して言います。俺に会いてえってやつ、何が目的だか知らねえが、7代目に盾つくようなら容赦しねえ。ナルトが悲しんでいるのを横目に、それよりも7代目を守るがぶれないカワキ。カワキの攻撃をコードはデイモンの反射を利用し跳ね返してしまいました。カワキはその衝撃でカーマも消えており、倒れてしまっています。倒れたカワキに対してエイダは心配します。勝手な真似をしてカワキは無事なんでしょうね。彼にもしものことがあったら、あなたただじゃあ済ませないわよ。コードはカワキの首元の脈を測り安心させます。安心してくれ、君の王子様はご存命だ。でも安心するのはあなたの方よ。返答次第ではもう一度デーモンをそっちへやっていたわ。あなたを始末するためにね。これでもかというほどエイダはコードに対して釘を打ち、本気で怒ったら怖い雰囲気を出します。リミッターを解除しなければいけない。アマド、返してもらうぞ真の力をと言います。ここでコードはこの場から爪痕で逃げていき、一旦この戦いは終戦しました。そんな中、ナルトは鹿丸の罵声も届かず苦しみにもがいている状態でした。鹿丸はカワキの対応について語りますが、ナルトはカワキをかばう発言をしていきます。カワキのしたことはあいつだけの責任ではない。そこに対しては鹿丸も同情します。ただ目的のためなら手段を選ばない野郎ってところに対して問題視していきます。あいつはボルトにとっちゃ兄弟で、俺たち家族も同然だ。誰が何と言おうと。そいつは本心かナルト。今でもカワキは家族の一員だって心から思えんのか。息子を殺されてんだぞ。やめろっつってんだろ。カワキは昔の自分に似ている境遇、そして息子を殺されたという葛藤が走ります。そんな中、ボルトはなんと目が覚めます。ボルトの体は修復され、怪我がありませんでした。ボルトの体はカーマの模様がさらに広がっており、鹿丸もそれを見て驚いていました。桃式とまた時間が止まり話をしていきます。器が失われれば我が魂は消滅してしまう。我が唯一の貴重な器だ。決して失うわけにはいかん。心臓と肺の一部が破壊され、血液も大量に失った。我が貴様を蘇生したカーマの一部を使ってな。すでに回答されたデータは 82%。 残りの 18% の回答が終われば転生だったが、器がなくなればそれどころではない。やむなくして残りの 18% をボルトのデータに変換して細胞を作り出したと言います。桃式の 18% を使ってボルトは生き返り、そのせいで転生は叶わなくなったと言います。ただ 18% を変換したとしても 100% 大月化が回答されたことになると言います。
今のボルトは純度 100% の完全な大月になってしまったということになります。ボルトは全てを奪い去るはこのことかと聞きますが、違うと桃式は言います。なぜそれが起こるのか桃式も見えず、だがそれは間もなく起こると言います。そして最終ページではアマドに対する対処の話となり、この葉の真ん中にアマドはいる。どうするのかエイダが聞きますが、すでに手は打ったとコードは言います。ここで最新話67話は終了しています。67話はとても謎に包まれていたことが見えました。いろいろと見えてきましたよね。コードの手は打ったは間違いなく鹿丸に爪痕を残しましたよね。この後は間違いなくこの葉に帰還しますが、カワキを監禁できるのだろうか。監禁してもコードとカワキは再戦するのは確実で、リミッター解除でカワキを圧倒します。そこで覚醒ボルトがコードを抑えるのか、もしくはアマドがカワキをさらに改造するのか。貴様から全てを奪い去るは桃式がボルトで転生することというミスリードでした。最新話67話でそれは桃式の口から否定され、しかも転生ができないとも判明。まさか上眼で押さえつけたりかと思いきや、こんな形でやむを得ず転生ができなくなるとは。そうなってくると上眼とはますます未知、しかも全てを奪い去るのは本質は見えていないという、見ものだなというところから桃式には害がないということ。こんなものじゃないとは死よりも比べ物にならないものが起きるということです。奪い去る死とは比べ物にならない、見ものだな。おそらく桃式が転生を諦めたところからも大月として最大強化する可能性もある。上眼とは桃式も一目置くほど最強であり、それが我が器で出来上がるのを楽しみにしている。ただ奪い去るが引っかかる、ボルトが闇落ちするというミスリードもある可能性が高い。完全な大月 100% になったから間もなくそれが起こるという捉え方もできます。てか 100% ってことは桃式の能力使えるし、カーマ使っても転生ないし、もう最強ですね。おそらくその奪い去る運命に抗い感銘を受けて桃式と仲良くなりそうな予感。死んだはずのボルトを見た時にカワキはまた殺意が湧き、ボルトを殺そうとします。ナルトはあの状況でもカワキのことを考え発言していたが、鹿丸の言葉に発狂。でもボルトは生き返ったのでその気持ちは和らぎ、一度カワキのことを許すとは思います。でも生き返ったボルトを見てまた攻撃するカワキを見て、ナルトはカワキに盾つきます。その展開だと7代目に裏切られた気持ちとなり、カワキは完全に闇落ちするのが妥当。でもコードと戦う前にそんなことが起きると、コードとカワキで木の葉を襲うことに。それはまだないと思うので、カワキはコードに負け連れ去られてしまい終わるのが妥当。ボルトがもう間もなく奪い去るが起きるので、それでコードを圧倒しとりあえず終戦か。ボルトがカワキ差し置いて自我失って闇落ちするのもなんかありそうだし想像つかない。またみんなの考察コメントが欲しいです。それでまた動画にしたいなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。チャンネル登録、みんなの感想コメント、考察コメントぜひお待ちしております。